こんにちは。今回はこちらサークルブランケットを編んでいきます。中心はお花で、周りはフリルをつけて甘い感じで編んでみました。いつもの円にハートのような模様を入れてアクセントにしています。増し目は今回も長編みの数を数えなくていいように、長編みのゾーンの左端のところで増し目をしていきますので、無心にコツコツ編んでいただけます。それから残った黄色の糸でひまわりを編んで、小さく編んだ円の周りにつけてドイリーにしてみました。よかったら編んでみてください。では今回はこちら湯沢屋さんのワンダーコットンで編んでいきます。色番は20番で淡い黄色のグラデーションになっています。素材はコットン 50%、アクリル 50% で、かぎ針は3号から4号になっています。今回は3号で編んでいきます。では中心の白い方から糸を取って編んでいこうと思います。まず輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。では1段目は輪の中に長編み3目の玉編みを1、2、3、4、5、6、そして玉編みと玉編みの間に鎖を2目ずつ編んでいきます。では長編み3目の玉編みを編んでいきます。まず鎖を2つ編んでいきます。1、2、これは未完成の長編みとします。そしたら針に糸をかけて糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。これは2つ目の長編みの未完成ですね。もう一つ編んでいきます。かけて糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。3つ目の未完成ですね。そしたらかけて一気に全部引き抜きます。長編み3目の玉編みですね。玉編みが編めたら鎖を2つ編んでいきます。1、2、これを繰り返し編んでいきます。針に糸をかけて糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。1つ目、2、3、3つ編めたら針に糸をかけて全部引き抜いて2つ目の玉編みですね。そしたら鎖を2つ編んでいきます。1、2、こんな感じで玉編みを6個編んでいきます。2、3、引き抜いて1、2、引き抜いて1、2、これで玉編みが6個編めましたね。鎖も2つ編んでいます。そしたら少し糸を伸ばして中心の輪を絞っていきます。この糸端と同じところから出ているこちらの内側の糸を右方向に引っ張っていきます。そして糸端を持ってぎゅっと引っ張ります。
そしたら最初の玉編みのここの上の鎖目ですね。ここですね。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。そしたら次の段は、ここのスペースから始まりますので、ここのスペースに針を入れて、引き抜き編みで移動して、次の段はここから編んでいきます。では2段目ですね。2段目は、ここの鎖2目のスペースに、こんな感じのハート模様を編んでいきます。ではハート模様を編んでいきます。まず玉編みから編んでいきます。1段目と同じように鎖を2目編んでいきます。1、2、未完成の長編みですね。針に糸をかけて、足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。また針に糸をかけて、糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。未完成が3つできたら全部引き抜きます。玉編みが編めたら今度は鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら足元の同じスペースにもう一つ玉編みを編んでいきます。かけて足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて2本だけ引き抜きます。1つ目ですね。2、3。3つ未完成ができたらかけて全部引き抜きます。これがハート模様になっていきます。玉編みを編んだらまた鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら次のスペースにまたハート模様を編んでいきます。かけて次のスペースに針を入れて未完成の長編みを1、2、3。3つできたら全部引き抜きます。玉編みが編めたら鎖を3目。そして足元のスペースにもう一つ編んでいきます。1、2、3。3つ編めたらかけて全部引き抜きます。2つ目のハート模様ですね。そしてまた鎖を3つ編んだら次のスペースにまた同じようにハート模様を編んでいきます。こんな感じでぐるっと1周編んでいきます。ではここからハート模様を1、2、3、4、5、6と6個編んできました。そしたら最後ここは鎖と中長編みでつないでいきます。最後の玉編みまで編んだら鎖を1つ編みます。そして針に糸をかけて最初の玉編みの上のここの鎖目ですね。ここに針を入れて糸を持ってきて全部引き抜いて中長編みですね。こんな感じです。では3段目と4段目はネット編みを編んでいきます。次の3段目は細編みと鎖5目で編んでいきます。では3段目ですね。まず細編みなので鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。細編みを編んだら鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら次のスペースに針を入れて細編み。これを繰り返し編んでいきます。鎖を1、2、3、4、5。次のスペースに細編み。こんな感じでぐるっと1周編んでいきます。ではここから鎖5目を1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11と11個編んできました。最後12個目は鎖2つと長編み1つでつないでいきます。では最後つないでいきます。まず鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら針に糸をかけて、ここの最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきます。そして2本ずつ引き抜いて長編み。こんな感じですね。では次の4段目のネット編みは細編みと鎖6目で編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。細編みを編んだら鎖を今度は6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。この繰り返しですね。鎖を1、2、3、4、5、6。次のスペースに針を入れて細編み。こんな感じでまたぐるっと一周編んでいきます。ではここから鎖6目を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と11回編んできました。最後ここの12回目のところは鎖3目と長編み1つでつないでいきます。では最後つないでいきます。まず鎖を1、2、3、3つ編んだら針に糸をかけて、ここの最初の細編みの頭に針を入れて糸を持ってきて長編み。こんな感じです。では5段目ですね。5段目は細編みのところに長編み2つ、鎖を1つ、長編み2つを編んでいきます。5段目ですね。まず鎖1つで立ち上がります。足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。針に糸をかけたら下の段のここの細編みの頭に針を入れて、ここに模様編みを編んでいきます。まず長編みを2つ編んでいきます。1、2。長編みを2つ編んだら鎖を1つ編んで、また同じところに針を入れて長編みを2つ編んでいきます。1、2。こんな感じですね。そしたらここの鎖6目ですね。ここを拾って糸を持ってきて細編みで留めておきます。こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。細編みを編んだら針に糸をかけて、ここの細編みの頭を拾ってまた同じように編んでいきます。長編みを1、2、鎖、同じところに1、2。この模様が編めたらこの下の段の鎖6目を拾って糸を持ってきて細編み。そしたらまた次の細編みのところですね。ここに同じ模様を編んでいきます。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と12個編んできました。一周編んだら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では6段目ですね。6段目以降のこの模様のここの鎖、ここですね。ここにはこの同じ編み方の長編み2つ、鎖を1つ、長編み2つ
この編み方をずっと編んでいきます。そして模様と模様の間のここの細編みですね。ここの細編みにはこの6段目では長編みを2つ、そして次の7段目では長編みを1つ増えて3目という感じで、ここの長編みが1目ずつ大きくなって円がどんどん大きくなっていきます。では6段目を編んでいきます。まずここの模様と模様の間の細編みなので長編みから編んでいきます。6段目は長編み2目ですね。まず鎖3目で立ち上がって、これは長編み1つ分とカウントします。針に糸をかけて、足元の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて、長編み。これで長編みが1、2と2つですね。そしたら針に糸をかけて、ここのスペース。ここに針を入れて、この同じ模様を編んでいきます。針を入れて、長編みを1、2、鎖を1つ挟んで、同じスペースに1、2、この繰り返しで編んでいきます。ここまで編んだら、次はここの細編みですね。頭を拾って、長編みを1、2、針に糸をかけて、次のこの模様の真ん中の鎖のスペース、ここに針を入れて、長編みを1、2、鎖を1つ、同じスペースに1、2、そしてまたここの細編みを拾って長編みを2つ、この編み方ですね。こんな感じでぐるっと編んでいきます。では1周編んできました。長編み2つとこの扇形の模様をそれぞれ12個ずつ編んでいます。では最後扇形を編んだら、最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。では7段目ですね。ここの扇形の鎖のスペースにはまたこの扇形の模様を編んでいきます。そして長編み2つのところ、ここは2つ目の長編み、左側の長編みですね。ここで増し目をしていきます。では7段目ですね。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3、長編み1つ分ですね。そしたら次の2つ目の長編みで増し目をしていきます。針に糸をかけて、次の長編みの頭を拾って、ここに長編みを2つ編んでいきます。1、同じところにもう1つ。これで下の段の長編みが1、2、2目からこの段で1、2、3と1つ増えて3目になりましたね。こんな感じで増し目をしていきます。長編み3つ編んだら、次はここの扇形のここの鎖のスペースですね。ここにまた扇形を編んでいきます。針に糸をかけて鎖のスペースに針を入れて、長編みを1、2、鎖、1、2、この扇形にまた扇形ですね。これを繰り返し編んでいきます。次はここの長編み2つのところですね。最初の方は頭を拾って長編みを1つ。2つ目の長編みで増し目ですね。ここに長編みを2つ編んでいきます。こんな感じですね。そしたらまた次はここのスペースに扇形を編んでいきます。
こんな感じでまたぐるっと編んでいきます。ではまた1周編んできました。最後の扇形まで編んでいます。そしたら毎回ここの最初の鎖3目の下から1、2、3、3つ目に針を入れます。そして引き抜きます。では8段目ですね。もうずっと同じ編み方で、ここの扇形のところの鎖のスペース、ここには同じ扇形の模様を編んでいきます。そしてここの長編み3つ、ここの長編みのところは左端の長編み、ここで増し目をしていきます。では8段目ですね。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。針に糸をかけて、下の段の鎖3目の次、ここの長編みですね。ここの長編みの頭を拾って、長編み、かけて、ここの3つ目の長編み、ここで増し目をしていきます。ここに、1、同じところにもう一つですね。これで長編みが、ここの段は1、2、2つ。ここは1、2、3、3目ですね。で、この段は1、2、3、4と4目ですね。こんな感じでどんどん増えていきます。長編みを編んだら、次のここの扇形のところですね。ここの鎖のスペースにまた扇形を編んでいきます。1、2、鎖、同じスペースに、1、2、そしたら次は長編みのところですね。ここの最初の1、2、ここは1目に1目ずつ、3つ目で増し目を編んでいきます。1つ目の長編みの頭を拾って、1つ、次も1つ、3つ目の長編みの頭を拾って、増し目ですね。2つ編んでいきます。こんな感じですね。そしたら次はこの扇形の鎖のスペースにまた扇形を編んでいきます。こんな感じで左端の長編みで増し目をしながらしばらく編んでいってください。ではまだ途中なんですけども、黄色が出てきて少し編んできました。ここの長編みの1、2、2目のところから数えていくと、約27センチで34段まで編んできています。このあたりからフリルを編んでいこうと思います。ではフリルの1段目ですね。この長編み1つにつき、長編み、鎖、長編み、鎖という感じで方眼編みの編み方で編んでいきます。で、針は長編みの頭の向こうの1本、ここに針を入れて筋編みで編んでいきます。ではフリルの1段目ですね。まず長編み1つ分の鎖3目で立ち上がります。1、2、3。そしてスペース分の鎖を1つ。針に糸をかけたら、下の段の鎖3目の3目目。ここに針を入れて、長編み。そして鎖ですね。ここの下の段の鎖3目のところに、長編み、鎖、長編み、鎖という感じで編めました。そしたら針に糸をかけて、次のところにも編んでいきます。次の長編みの頭の向こうの1本拾って編んでいきます。長編み、鎖、同じところに針を入れて、長編み、鎖、こんな感じですね。これを繰り返し編んでいきます。かけて、次の長編みの頭の向こうの1本に針を入れて、
長編み、鎖、長編み、鎖。こんな感じで次の扇形の手前の方まで編んでいきます。では次の扇形の手前の長編みのところまで編んできました。そしたらここの扇形ですね。真ん中の鎖も入れて、1、2、3、4、5と5目ありますね。この5目それぞれに今までと同じように編んでいきます。鎖まで編んでいます。針に糸をかけて、まずここの端の長編みの頭の向こうの1本拾って、同じように長編み、鎖、長編み、鎖。次の長編みの頭の向こうの1本拾って、長編み、鎖、長編み、鎖。針に糸をかけたら、ここの鎖のところですね。ここも向こうの1本拾って編んでいきます。長編み、鎖、長編み、鎖。こんな感じですね。そしたら次と次も同じように編んでいきます。ではここの長編み2目も同じように編んできました。そしたらまた長編みのところですね。今までと同じように編んでいきます。針に糸をかけて、ここの長編みからですね。この長編みの頭の向こうの1本を拾って、長編み、鎖、同じところに針を入れて、長編み、鎖、次の長編みの頭の向こうの1本に針を入れて、また同じように長編み、鎖、長編み、鎖。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。では一周編んできました。一周編んだら、最初の鎖4目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて、引き抜いて引き締めます。筋編みの筋がきれいに出ています。ではフリルの2段目ですね。同じように鎖4目でスタートします。1、2、3、4。そしたら方眼編みのように下の段と同じように編んでいきます。鎖を4つ編んだら、次の長編みを拾って長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、鎖3目の次、ここの長編みの今度は頭を拾って編んでいきます。糸を持ってきて、長編み、そしてスペースの鎖、これを繰り返し編んでいきます。かけて、次の長編みの頭に針を入れて、長編み、鎖、かけて、次の長編みの頭に針を入れて、長編み、鎖。こんな感じで一周編んでいきます。では一周編んだら2段目も最初の鎖4目の下から1、2、3、3つ目に針を入れて引き抜きます。こんな感じで3段目も同じように編んでいきます。1、2、3、4。次の長編みの頭を拾って長編み、鎖、長編み、鎖。こんな感じで編んでいきます。
ではフリルを3段まで編んできました。残りはこのくらいで 8g ほど残っています。せっかくの可愛い黄色なので、この黄色を使って縁をこんな感じに少しだけ編んでみたんですが、全然糸が足りなさそうだったので、この前編んだこちらのひまわりを編めるだけ編んでいこうと思います。ではフリルを1、2、3段ですね。そしたらここで糸をカットして、この輪っかの中に糸端を通して引き締めておきます。ではブランケットの方が編めました。続いてひまわりを編んでいきます。ではセリアさんのロアンで中心の円を編んでひまわりを編んでいきます。カラーナンバー14番で編んでいきます。前回のひまわりは同じものを2枚編んでくっつけたんですけども、今回は1枚で編んでいきます。ひまわりは4号で編んでいきます。では細編み6目スタートの円を1、2と2段編んだら、この細編み1目につき花びらを1枚ずつ編んでいきます。黄色い糸を持ってきたら鎖を3目、1、2、3、同じところに長編み2目の玉編みを編んでいきます。そしてまた鎖を3目、1、2、3。そしたら次の細編みの頭に引き抜いて、また同じように編んでいきます。1、2、3。同じところに1、2。引き抜いて鎖を3目。編んだら次の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。こんな感じで編んでいきます。ではひまわりが10個できました。ではブランケットにつけてみようと思ってお花の配置をいろいろ考えてみたんですけども、数が少ないせいかなんかしっくりこないので、今編んできたブランケットを小さく編んで周りにつけていこうと思います。こちらのドイリーはセリアさんのロアンのカラーナンバー8番を4号で編みました。ブランケットの編み方で5、6、7、8と8段まで編んでこちらにつけていくことにしました。花びらの黄色の糸は糸始末をしています。この円の糸端でドイリーにつけていきます。こんな感じでつけていきます。バランスよくつけることができたら、肩結びしてお花の裏の方で糸始末をしていきます。では完成です。こ
よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。